ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのジャンドミッドを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、11月25日のスタンダードオープンにおいて、6勝2敗の成績を残していたリストですね。基本的にはジャンドからのグッドスタッフデッキなのですが、ドラコサウルスはグッドスタッフにおいて進化を発揮するので、こういった形での使われ方が理想かなと思います。また、生なき都市の保証は警戒がついているのがかなり偉く、白いデッキ相手には除去がされづらく、さらに毎ターンでかくなるチャンスがあるということで、アタッカーとしてもマナスクリュー防止要員としてもとても優秀な印象でした。マナフラットに対してはやはり不穏なカトンが強く、長期戦においては殴りながらどんどんとルーティングができるので、こういったデッキには欠かせない1枚かなと思います。回してみた印象なのですが、土地が28枚とかなり多めで、名もなき都市の保証や戦慄騎士もいるということで、1、2枚スペルに変えてもいいかなという感じではありました。はい。東京で今回もビオサリランクマッチで収録していますので、どんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、ということで試合の方を見ていきましょう。赤マナはないですが、これはキープをしていく判断。後手ということもあって、2マナ以下のカードをどこかで引いていきたいという感じではありますね。さあ、相手は青黒ランドからスタート。基本的には青黒からスタートすると、はい。エスパーの可能性がかなり高いですね。さあ、切り崩しを引いてきたので、できれば相手が、クリーチャーを出してきてくれると、ありがたいという感じではありますね。さあ、止まってきているので、おそらく、フラッシュ生物を、はい、持っている感じですね。さあ、ここは、ターンを渡してから、除去をしていく判断。こっちのターンにその除去を打つとカウンターをされないっていうメリットはあるんですが、こういった形ですね。ラフィーンに対して、しっかりと除去をできるということで、基本的には相手のターンに除去っていった方が、いい感じではありますね。さあ、相変わらず赤マナは引かないですが、名もなき都市の保証で、探検をすることによって、土地をね、探していくことができるんですが、さあ、ただここは除去られてしまう。さて、これは、一旦グリッサーを出すしかないかという感じではありますが、これ土地を引いてくる。相手が除去を持っている可能性がね、結構高いということで、先にグリッサーを出していく感じですね。さあ、そして、探検もしていきますが、さあ、相手止まってはいるんですが、除去ではない様子。なるほど。さあ、アーティでここは除去っていく。ただ、この感じなんか、2マナ除去じゃない気がするんで、ドレッドをもう出していってもいいかもしれないですね。さあ、ただここは、一旦戦慄騎士を出して、おそらくこれはラリコッパイを、忠義の特目に当てていきたいという感じですかね。さあ、ただここは、戦慄騎士に対して切り崩しを打ってくる。しばらくは、このやりとりが続く感じですかね。相手もその戦慄騎士に対して除去を打たないと、土地持ってるんだ。なるほど。さあ、ここは、ラリコッパイを構えられるということでドレッドを出していった感じですね。さあ、ただ相手これ止まっているので、おそらく書き消しを、持っている感じですね。ただ犠牲払って、これは、全然 OK ではあるかなと。一応これ1-2交換ということで。さあ、ここは、戦慄騎士を、総去りで打っていきますね。相手もこれ、リソースがね、ほぼほぼなくなっているんで、基本的にはこっちの方が有利な状況ではありますね。ライフこそ詰められてはいるんですが、さあ、残り6点。さて、これはラフィーンはとりあえず除去っておきたいので、どっちを使っていくか。その判断でも悪くはないですね。相手が、カウンター持ってても大丈夫で、除去を持たれていても、一応2-2はブロックできるということで、
さあ、相手はこうなると除去を引かないと、もう殴れない状況ですね。で、殴れないってなると、ドラコサウルスがもうかなり強いんで、さあ、一旦忠義の特目で、ワンサイズでかくはなっていくんですが、まあ、豪華を放ても、ラリコッパイもあるということで、さあ、ここは、まずはラフィンを、豪華を放てで除去っていく。で、ラリコッパイも、まあ、使っていくでしょう。いやー、こうなるとね、ドラコサウルス無双が始まりますね。あとはもう待っているだけで勝てる状況。相手はトップから除去を引いていくしかない。さあ、ここは土地を置いていく。うん。さあ、ドラコサウルスでどんどんとアドバンテージを取っていく。で、こっちはもう、これ殴れる状況なんで、まあ普通に殴っていきそうですね。まあフルパンしても全然 OK ですね、これ。2体だけアタック。なるほど。まあ軌道に対して、はい、除去を打っていきますね。さあ、お互いワンドロー。から6点入って、まあ展開していく感じですかね。はい。さあ、名もなき都市の保証も出てくるということで、まあ次のターンにはもうリーサルがありそうな感じですね。除去。うん。これはもうトップに置いて、相手が何か出してきたらそれに打っていくという形。まあメインにはおそらく全体除去は入っていないので、はい。ここで投了と。ドラコサウルスが強い。さあ、サイドボーディング見ていきましょう。まあ相手がエスパーミッドということで、まあ脅迫と赤術の連射はとりあえず入っていきそうな感じではありますね。あとは、そうですね、温厚な火ダゼも、その、エンチャントをね、割ることができるので、まあ、1試合目は、婚礼の発表はなかったんですが、まあ、場面によってはね、かなり刺さっていく、カードではありますね。さあ、そして、まあ、赤術の連射も、まあ、エスパーにはかなり刺さるカードということで、しっかりと入れていく。あとは、まあ、枚数調整で、戦術騎士を抜いていくという形ですね。まあ、脅迫に関してはね、なんか、結構人によって入れる入れない分かれますよね。さあ、2試合目見ていきましょう。これはしっかりと、1、2、3、4とあるので、まあ割といいハンドですね。さあ、相手はラフィンの塔からスタート。まあ、何が出てきても、まあとりあえず除去から入ってという形で動いていけるので、さあ、ここは一応2マナを構えていく。相手も構えてきますね。さあ、カウンターがある可能性はありますが、ここは、はい、星を出して書き消されていく。まあ、基本的には、その、ドレッドを、まあ、打ち消されたくないという感じもあって、まあ、カウンターを使わせるのはね、全然 OK かなという感じではありますね。さあ、ただここ相手、まあ、ずっと構えてきているので、はい、書き消し。まあ、ただ、ここで書き消しを使ってくるということは、フォローは持ってなさそうですかね。さあ、ここは駆け抜けこう。まあ、ただ、今のエスパーってね、そんなにカウンター入ってないんで、もうカウンターはない可能性は割と高いですが、さあ、ただ止まってくる。カウンターを持っているのか、まあ、もしくは除去を持っているのか。まあ、カウンター除去ハンドだったら相手がその全然前半ね動いてこなかったっていう理由は分かりますね。さあ手札は3枚から土地を置いて、まあこれは除去っていきたいですね。さあここには切り崩しを当てていく。この止まり方はまあやはり除去の可能性が濃厚かなと。となると、ドラコサウルスはあんまり出したくないので、そうですね。はい。まあ、ミシルランド起動していくんですが、選定の方か。なるほど。ただ、これはね、ドラコサウルスかなり生き残る可能性が高いのではないかなと。
出していってもいい気はしますね。はい。さあ、ドラコサウルス。生き残るかどうか。いや、除去を持っている。なるほど。これはもう完全に、カウンター除去ハンドですね。まあまあまあ、こういうハンドの場合はしょうがないですね。まあ、ただこういうハンドって、自分が展開できないんで、基本的には、まあ別に除去られても、こっちが不利になることはね、あんまりないですね。さあ、これも除去っていく。まあ完全にガン処理をしてはいるんですが、さあ、ここでコウモリ。うん。まあ相手にその脅威がなさそうなんで、まあ除去っていってもいい感じですね。さあ、手札は確認されてはいくんですが、ただこっちもね、そんなに動ける、ハンドではないということで、どうだろうね。ひだぜ、お、いいカード引く。さあ、ここはもうドローから入っていくでしょう。ドローからの、まあ一応書き消しをケアしながら、戦慄騎士も、出していくことができると。これで、はい。まあドレッドは、即対象ができるということで、もうラリコッパイも使っていくでしょう。はい。さあ、これで、まあだいぶこっちの方が、有利になったかなと。さて、まあミスラランドを引いてきたのもかなりでかいですね。これでもう不要牌は、全部ルーティングをしていくことができると。さあ、ここはもう単体で殴っていく。これは、相打ち取らないよね。うん。さて、メインで黒幕出てきたんですが、ブロックはせず。さあ、3点アタック。まあ、ただこっちもね、ちょっと2枚とも、まあ、場面を選ぶカードということで、なかなか動きづらいですね。さあ、ミスラランドはまだ殴らない判断。相手は手札2枚。まあ、割と土地の可能性が高いかなと。黒幕は使わない。うん。ラフィン。これは除去りますかね。うん。相手の手札がおそらく、不要牌2枚な感じがするので、まあラフィンは除去っておきたいですね。さて、はい。ここはカウンターもなく、しっかりと除去していく。さあ、残り8点ではあるんですが、ミシュラランド行きそうですね。うん。さあ、ここはミシュラランド起動から、土地をおそらくルーティングしてしない。なるほど。これは、まあ、意図があるとしたら、まあ、ブラフ用のカードを持っておきたいという感じですかね。さあ、ひだぜを出して4点ゲインをしていく。うん。まあ、土地を置かないということで、おそらくそういった意図があるのではないかなと。さあ、ライフレースはこちらの方がかなり有利な状況。さて、黒幕は単体で殴っていく。ただ、残り6点のため、報道が出てきたとしても、うん。まあ、有利な状況は変わらないかなと。さあ、黒幕起動ということで、これはもう勝ちですね。まあ、残り1マナだけということで、切り崩しぐらいしか打てる、スペルはないかなと。さあ、ここで、一気に削り切っていく。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、後手ということで、まあ、どこかしらで土地を引いていきたいかなと。いいですね。さあ、これで一応3色揃って、まあ、相手がおそらく兵士ということで、まあ、除去からグリッサを出していきたいかなと。さあ、兵士指定からデニックを出していく。先にまあ、切り崩しで、デニック除去っていきますかね。まあ、最近の兵士デッキはそのカウンターを乗せる、サマノのやつ、あれが、ね、あんまり入ってないので、
もうカウンターをされないうちにその切り崩しで除去っていった方がいいかなと。さて、まずは2点アタックからのハービン。ということで、まあグリッサ出していきましょう。相手がその少数クリーチャーをね持ってる可能性はあるんですが、さすがにねここはクリーチャーを展開しておきたいかなと。さあ相手、はい、ハービン殴ってくる。なるほど、構えてくる。であれば、まあ先にハービン除去ですね。さあ止まってきているので、まあおそらく何かしらのクリーチャーか、瞬足スペルをね持ってる感じではあるんですが、さあここで援軍ジャンプするのかな。まあただこれジャンプしてくるということは少数クリーチャーは持っていなさそうですね。さあここはもう、展開をしていきましょう。さて、まあ現状2マナで止まってはいるんですが、まあ基本的に兵士デッキって、まあ土地2枚とか3枚とかでね、動いていくんで、さて、まあとりあえず、戦慄騎士でドローしていきましょう。もう玉靴いいですね。基本的にはね、ファイレクシアン指定でいいと思うんですけど、まあ場合によってという感じですね。ちょっとね、兵士デッキに対しては、豪華を放てはあんまり使いづらいんですが、さあ、ここはもうガン処理をしていきましょう。相手はこれグリッサーを、なるほど。青空じゃないんだ。ジェスカイ兵士。なるほどね。これはまあ除去っていきますか。豪華を放てが、まあいい仕事をしますね。とりあえず殴っていきましょう。さあ、3点通って、まあドローもしていきましょう。お。ただ豪華を放てが優先かな。そのドラコサウルス出して、仮に除去られた場合がかなりきついので、まあ先に豪華を放てで、除去っていきましょう。まあ戦慄騎士も出せるということで。さあ、こうなると、まあライフ自体はね、こっちが負けてはいるんですが、まあ基本的にはかなり有利な、状況ではありますね。さあ、相手ジェスカイ兵士から、別にデニックを出してくるからの先兵。まあ、ブロックはしていくんですが、ここは、どっち出すか悩ましいが、ドレッド引いたのであればドレッド出していきますかね。ドレッド出して、で、グリッサ殴ってから戦慄騎士もキャストかな。まあ、ドレッド引いてなかったらね、ドラコサウス全然出していってたんですが、まあ、ドレッド引いたのであればそっちの方が丸いかなと。さあ、3点通ってから、ワンドロー。で、1点ライフゲインですね。からの、戦慄騎士も打っていきましょう。さあ、残り10点まで。相手はもうこれはドレッドを除去らない限り、かなり厳しいですね。ミュレル、久々に見ましたね。さて、これもう勝ってるかな。除去。4、5、6、7、8マナあるんで、はい。これもう除去3回打って勝ちですね。7点しかこのターンは入らないんですが、まあ、インスタント除去を持っていない限りは、ドレッドの能力で、まあ、そのまま勝っていけるという形ですね。さあ、ガン処理をして、ここで投了と。随時。さて、まあ、基本的にあんまり入れるカードはないんですが、まあ、赤術の連射は、兵士にはね、かなり効くということで、入れるカードはあんまりないんですが、どうするかな。抜きたいカードはね、結構あるんですよね。相手のデッキ、まあ普通の兵士とは違うんですけど、まあ基本的にその豪華を放てとか、ひれつくとかラリコッパイ、ここら辺は抜いていきたい感じはありますね。
うん。まあ、秀次も1枚抜いて、で、日出せはね、一応ライフゲインできるんで、入れておきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。これはまあ、キープで OK ですね。まあ、完全なる除去ハンドではあるんですが、相手が、まあ、兵士デッキということで、除去ハンドでも全然 OK でしょう。まあ、ガン処理をしてから、まあ、でかいクリーチャーを引いていきたいという感じですね。さあ、相手は先兵。うん。ただ、除去と土地しか引かず。まあ一応ね、相手がそのカウンターとか、あとは、兵士を戻すクリーチャーとかね、ああいうのが入ってるんで、まあここはメインで、除去っていった方がいいかなと。さあ、さらに兵士を出してくる。この展開、秀次が当たるのいいですね。一旦打っておくか。うん。さあ、秀次をキャスト。で、徴兵士官2体を除去っていくと。まあ、基本的に兵士デッキにこのカードあんまり刺さらないとは思うんですが。お、なるほど。さあ、横展開をどんどんとしていく。これは、ドレッド。まあ、ドレッド出し、あ、待てよ。これタップインなのか。まあ、タップインランドしかなかったんで、これはあれですね。どっちにしろという感じではあるんですが。まあ、であれば、先に除去を打っていきましょう。さて、まあ、クリーチャーは2体残ってはいるんですが、まあ、ただライフが結構詰まってきましたね。残り8点。さて、秀次はひっくり返っていくんですが、タップインランド置いて、まあ、先に除去かな。さあ、ハービンプラス、トークンを除去っていく。で、一応ロードが出てこない限り、デリックも殴れないということで。で、お、殴ってくる。まあ、映画城の匂いがしますが、まあ、使わせておきましょう。はい。まあ、ドレッドをね、生き残らせたいんで。さあ、ドレッドキャストから土地も置いていく。さて。まあ、こうなると相手は、ドレッドを除去らないとという感じですね。さあ、先兵。さて。いいですね。まあ、殴らずに、まあ、どんどんと盤面を構築していく形がいいかなと。で、舗装の方はでかくなったら殴っていきたいですね。舗装を4号にしたいかな、これは。さあ、探検していきましょう。舗装。まあ、悪くはないけど、一番欲しいのはドラコサウルスかな。うん。さて、ここからはもうドレッドのターンですね。はい。さあ、イーオスは強いですが、なるほど。これイーオス使い回されますね。使い回しは、さすがにしんどいが、土地、うん。土地、とりあえずサイクリングですね。除去が欲しいが、切り崩し。悪くはないか。とりあえず、名もなき都市の保証を殴っていきましょう。で、さらに地図トークンが出てきて、で、相手はおそらくブロックしてから、まあ、使い回しをしてくるでしょう。うん。で、保証は除去っておきましょう。いや、どうかな。まあ、先兵と保証どっちかで迷うんですけど、いや、保証でいいかな、これは。まあ、結局相手、殴れない状況なんで、飛行アタッカーを除去っておきましょう。さあ、保証は除去って、まあ、ただ、イーオスはバウンスされていくと。で、さらに地図トークンは使っておきたいですね。デッキトップを操作していきましょう。さらに土地。うん。まあ、無駄な土地を
弾いたと思えば、全然 OK ですね。まあ、基本的にはこっちの方が有利ではあるんですが、まあ、ただ相手、その、イーオスによるアドバンテージ分がね、どうなっていくかですね。ハービンか。からの、さらに先兵を、ドラコ、たどり着きましたね。とりあえず、4号だけ殴りますか。4号というか、舗装だけ殴りますか。さて、からのドラコ出して、で、ドラコに地図トークンを使いますかね。さあ、ドレッド2枚目は、ボスで OK ですね。で、一応この土地に関しては、ルーティングする可能性もあるんで、取っておきましょう。さあ、こうなると、相手はドラコをどうにかしないと、かなりきつい状況。ただね、これハービンでワンチャンあるんで、まあそこだけは、注意していかないといけないですね。さあ、残りライフ19点までは、回復をしていく。さて、除去。なるほど。ただこれ、まあこのターンしか使えないんで、まあ一旦ハービンに打っていきますか。まあのどくびは相手の反動次第かなと。何を持ってるか。さあ、誤報は、まあ打ち消されないので、拒否で OK ですね。舗装持ってる。まあこれは除去るしかないですね。結局、まあのどくびをその構えることができないんで、これは、今打っていくしかない。まあまあ、これはしょうがないですね。さて、一応ハービンもこれで除去ることはできるんですが、兵士が今のところ4体か。まあまだ、トップハービンは大丈夫という状況ではありますね。まあとりあえず、ドラコサウルスは殴っていきましょう。まあ、保証は殴らんでいいですね。さあ、6点通って残り5点まで。相手は、まあ大体このターンがね、ラストターンになっていきそうな感じですね。まあさらにね、そのドラコサウルスで除去をまくる可能性があるんで、殴ってくる。一応デニックでゲインはできる形ですね。イーオスはブロックしますか。さあ、イーオスブロックから8点通って4点ゲインされる。さあ、残り7点。除去は引かず。とりあえずドローしましょうかね。もしくは保証でドラコサウルスがでかくなればっていう感じ。さあ、相手止まってくる。何かしらは持っている感じではありますが。放浪が持たれてた場合が一番あれですね。そしてでかくならず。放浪持たれてた場合、まあ、負けないようにしないといけないんで、ドラコサウルスとミシラランドアタックかな。まあミシラランドまで行かないとあれなんで、さあ、まあ安全に行きましょう。さあ、2体でアタック。で、土地はルーティングと。さらに土地。どうですかね。バウンス、なるほど。まあ、バウンスは OK ですね。次のターン、こっちが即死することはないんで。まあ、ハービンを引かれても大丈夫。さあ、残り3点。ドラコが強い。GG。
よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。